おはようございます。たかしです。本日は11月24日木曜日、ただいま9時23分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初に少しだけお知らせです。広瀬通商さんとのタイアップキャンペーンを継続中です。専用 URL から口座開設をいただくと、最大で55,000円のキャッシュバックがされます。スキャルピング専用の別口座を設けるのもありですね。お得なことはめんどくさがらずに、早めに実行しておくのがいいです。専用 URL は概要欄に貼ってあります。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の陽線となっております。その前の日が陰線、実態は小さかったんですが陰線だったのに対して昨日はそこを一旦上抜けてはきました。ただここのライン169円というところですね。この高値が意識されて戻されている状態です。で、おとといのこのロウソク足を昨日のロウソク足の実態が上抜けられていないというところは大きなポイント。ただ現在は GMMA は上向きです。そして日足でもこういった上昇トレンドを描いてますので、今は上昇トレンドの中の調整の下落中、その調整の下落が終わったのかどうかというところですね。現在はストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきてます。ただクロスしたてですので、これが騙しとなって再び上昇上を向いてくる可能性はあるんですが、現時点ではクロスしていて、過去のこのデッドクロスからの下落、ここだとかを見てますと、ここの下落とかここの下落なんですよね。なのでここから大きく下落していく可能性っていうのも考えておいた方がいいと思います。ただ現状では MACD がかなり強いんですよね。そして GMMA は上向きということで、基本的には上昇トレンド中なんですが、今トレンド転換が日足単位で起こるのかという、そういう局面です。現在は緑のボックスの上限付近で反発してきてますので、ここの上限を超えてくると次は黄色のボックスの上限を目指しそう。ただここを超えられないと、もしかすると緑のボックスの下限を目指していくということも考えられなくはないので、その辺は注意が必要です。では4時間足です。このオレンジの点線が4時間足の目線切り替えポイント169円付近とお話ししてました。ちょうど昨日の夕方にアップしたショートムービーでもこの辺で上げ渋ってたんですよね。で、昨日の夕方もしかしたら上げてくるかも、もしくはこの高値、おとといぐらいの高値からの折り返しで下落するかもっていう、そんなショートムービーを上げたんですが、その直後ぐらいから急激に上昇していきまして、その後169円というところが意識されて今下落してきてます。ただこれはここ見ていただいたら分かりますが、この上昇トレンド中の中での下落なので、この下落が初動となってここから大きく下がっていくのか、それともただただこの上昇トレンドというには波がないんですけれども、この上昇の中での一旦の下落に過ぎないのかっていうのを本日見極めていく必要があります。ストキャスティクスは今強く下落中ですので、もしこの安値圏までストキャスティクスが下げてくるのであれば GMMA 付近までは下落する可能性となると、現在では167円台ぐらいまでは下落してきそうなところですね。ただ過去のこのゴールデンクロスを見てますと、こことかこの辺でゴールデンクロスしてますので、もしかするとそろそろゴールデンクロスする可能性もありますので、本日は難しい動きをしそうな感じ。上がったところでは売り、下がったところでは買いという、そういう動きになりそうですね。そう考えるとレンジの可能性も考えておいた方がいいかもしれないです。日足も今上昇トレンド中ですが、ストキャスティクスがデッドクロスしてきてますので、ここから折り返す可能性。4時間足も上昇トレンド中、GMMA も上向きなんですが、ストキャスティクスは強く下落しているので上値は重いかもしれない。そして MACD がちょっと怪しい動きになってきてますね。今こんな感じ。今横ばいです。チャートは上昇。そして MACD は横ばいになってきてますので、この辺付近で上げ渋るような動きをするのであれば、MACD がダイバージェンスを起こしてきますので、そうなるとそこからの下落に向かっていく。そんな印象ですね。なので今は下落に警戒しながら下がったところで買っていく。そして
上がったところで売っていくというそういうトレードが良さそうです。では1時間足です。この黄色のライン1時間足に平行チャンネルを引いてました。ちょっと途中で切れてますが、昨日はこのラインの延長線上でちょうど引っかかってきてますね。ちょうどこのラインっていうのは先ほど4時間足で言ってました4時間足の目線切り替えポイントの169円付近というところで、そこが意識されて、そしてこの平行チャンネルの上限が意識されたというところです。現在は GMMA 付近ですので、ここからどうなるかですね。昨日も下げてきたんですが、下髭が出てますので、この辺では一旦上昇しそうな雰囲気でもありますね。1時間足のストキャスティクス、今ゴールデンクロスしてます。過去のこのクロスからの上昇、ここですね。この上昇がありますので、一旦上昇する可能性も考えておきたいんですが、昨日の下落結構強いですので、じりじりと上げたところは売られやすい試合になってくると思います。ただもしここから本日急上昇、強めの陽線が出てくるようですと、この高値ぐらいまで、169円ぐらいまで再び目指してくると考えますので、ここを次上抜けられるかどうかっていうところですね。ここを上抜けると4時間足の目線が上に変わりますので、もう一段の上昇を考えられます。ただここを上抜けられないようですと、次はこの黄色の平行チャンネルを崩しにかかる感じがしますので、そうなると次は平行チャンネルの下限付近までの下落、そしてその下限を下抜けるかどうかですね。今1時間足の目線切り替えポイントをこの髭先に引いてます 167.340 というところですが、ここを下抜けてくると平行チャンネルも下抜けてくることになりますので、そうなると大きめの下落、この辺下限ぐらいまで、このボックスの下限ぐらいっていうところは意識しておいた方がいいかもしれません。それまでに何度か途中で止まるとは思いますが、最終的にはこの辺165円ぐらいまで下げてくる可能性も考えておきたいですね。まずはこの1時間足の上昇トレンドが崩せるかどうかっていうところを本日注目していくのが良さそうです。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を週1本更新しています。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見るだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもうワンランク上のスキルを手に入れたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿をすべて見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。トレードに根拠が欲しい方、もしくはなかなか勝てないという方は YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。